こんにちは。ペーパーマンリターンズの中見隆弘です。僕はペーパークラフト作家をしております。皆さんに展開図をダウンロードして印刷して組み立てていただけるタイプのペーパークラフトを設計しております。この YouTube チャンネルのペーパークラフトは概要欄にあります僕のウェブサイトペーパーマンリターンズの方からダウンロードすることができますので、皆さんもぜひ組み立ててみてください。今回は任天堂のマリオのペーパークラフトを設計しました。こんな感じです。僕はですね、マリオを今まで数えきれないほど設計してきました。特徴的なものはこの辺りにちょっと表示しておきます。僕はマリオが大好きでして、初めて設計したペーパークラフトももちろんマリオです。マリオは僕にとってとても運営の強いキャラクターで、節目節目でマリオを設計しています。何か新しいアイデアが浮かんだら、まずマリオで設計して試している感じですかね。今回のこちらのマリオもですね、実験的な設計をしております。うまくいった部分もあれば、改善の余地を感じる部分もあります。それらを解説した組み立て説明動画をこれから流しますので、その動画を見ながら皆さんも組み立ててみてくださいね。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、概要欄の方に X へのリンクを貼っておりますので、そちらもフォローよろしくお願いします。それでは一緒に組み立てていきましょう。組み立てるのに必要などをご紹介しますね。まずは印刷した展開図 0.2mm 程度の厚みの光沢の少ない紙がおすすめです。カッターマット、今回はカッターも使うので必要です。そしてハサミ、木工用ボンド、糊よりも木工用ボンドがおすすめです。爪楊枝です。細かい糊質にボンドを塗るときに使います。そして今回は多分必須でしょう。ピンセットです。インクがなくなったボールペン、なくても良いですが、あると便利です。カッターナイフですね。動画ではデザインナイフですが、カッターでも OK です。では早速切っていきましょう。早送りしますね。実線に沿って切っていきます。これは帽子ですね。これは帽子のつばです。今回のマリオのペーパークラフトはカッターナイフがあった方が良いですね。そして帽子のエンブレム。帽子に直接模様を書き込んでも良かったかもしれませんが、このように別パーツを切り抜いて貼り付ける方が楽しそうですし、ペーパークラフトならではの手作り感を表現できれば嬉しいなと思い、一手間かかる仕様にしています。うまくできたら立体感が生まれますしね。切り取れたらインクの出ないボールペンで折り線に付けをつけていきましょう。この作業はしなくても良いですが、やっておくと仕上がりが綺麗になります。次は折り線を折っていきましょう。帽子のつばは緩やかにカーブを描きますので、ペンなどの棒状のもので癖をつけます。素手でやっても構いません。やらなくても組み立てることができます。でもやっておく方が仕上がりが綺麗になりますのでおすすめです。帽子本体も同様に癖をつけておきましょう。仕上がった時の形を想像して癖をつけていきましょうね。さあ、糊付けですね。糊よりも木工用ボンドがおすすめですよ。僕はいらない切れ端にボンドを出して、爪楊枝で糊白にボンドを塗ることが多いです。どこから始めても大丈夫だと思いますが、まずはこの糊白からにしましょうかね。ここは谷折りですね。さあ、どんどん行きましょう。この部分、ちょっと組み立てづらいです。展開図を変更しておきますね。おおむね同じなのですが、動画と実際の展開図の糊白の位置が違っている部分があります。ご注意ください。ペーパークラフト設計で、糊白を入れる方法として、糊白をずらっと並べるやり方と、糊白を互い違いに置くやり方などがありまして、双方に一長一短はあるのですが、良いとこ取りをしたいと僕は常々考えております。あまり細かい話をしてもつまらないと思いますので、今は割愛しますが、機会があればまたそのうち話しますね。なんて語ってるうちに結構仕上がってきました。
帽子っぽくなってきましたね。次はつばですね。つばは中央のこののりしろから貼り付けるのが楽かな。しっかりと圧着します。次はつばの裏側ですね。裏側という表現になっているのかな。下側ですね。つばの裏側がガタガタしていますが、このガタガタに後ほど眉毛が入ります。次はエンブレムですね。こういうの組み立てるのは結構好きです。組み立てというよりは貼り付けか。グレーの部分に M を貼り付けます。そして帽子本体に貼り付けます。ここ大事ですよ。丁寧に貼り付けましょう。エンブレムの中央の切れ目をきちんと取りましょう。帽子が完成しました。皆さんはできましたか？2枚目いきましょう。ここからも難所が続きますよ。まずは右眉から。細かいですね。動画ではハサミを使っていますが、カッターナイフの方が良かったと、後で見返してそう思います。ここも組み立てやすくするために、この後手直ししました。動画と実際の展開図が使っている部分があります。ご注意ください。次は左眉。カメラが上に移動してますね。アームの固定が緩かったみたいです。すみません。拡大しましょう。細かいな。やっぱりカッターナイフを使うべきでしたかね。これで眉毛の切り抜きは終わりです。くどいようですが、動画と実際の展開図では異なる部分がありますよ。次は右目です。まずは青い部分から。白目ですね。ここものりしろのサイズが動画と実際の展開図では異なる部分があります。そして黒い瞳孔ですね。目のハイライト部分です。細かいですね。指を切らないように気をつけてくださいね。小さいので周囲の切りかすとわからなくならないように気をつけてください。僕はもうわからなくなっちゃってますね。つかみにくい。青い部分を切りましょう。つかみにくい。ハイライト部分を瞳孔の黒い部分に貼っていきます。細かいですね。
よし、貼ることができたら、瞳孔を青い部分に貼ります。僕の頭映っちゃってますね。集中するとこうなります。すいません。次はこれを白目に貼るのですが、その前に白目ののりしろに癖をつけていきましょう。ちょっとガタガタしているので形を整えています。全体に薄くボンドを塗ります。少なすぎても多すぎてもダメですよ。広めのグレーになっている部分に貼り付けます。上下間違えないようにしてくださいね。ここ大事です。右目ができました。次は顔を切り抜きましょう。次は左目ですね。右目と似ているのでかなり早送りしますね。左目ができました。顔の折り線に描けなくなったボールペンに癖をつけましょう。顔の出来上がりの姿を想像してカーブを描くように癖をつけていきます。そして組み立てましょう。鼻筋は顔を形作る大事な部分なので丁寧にしましょうね。微妙に鼻筋があります。ここには切れ目を入れたくなかったのですが、構造上仕方がありませんでした。のりしろが小さいので丁寧に組み立てましょう。いよいよ目を取り付けます。右目と左目を間違えないようにしてください。実は僕は右目と左目を間違えて作り直ししています。これは作り直した時の動画です。目もまっすぐ貼り付けるのではなく、カーブを描くように貼り付けます。横方向にもカーブをつけたいところですが、縦も横もつけると切り目だらけになってしまうので、縦だけつけてます。いい感じ。次は左目ですね。両目が入りました。立体感を表すことができたでしょうか。次は眉を作りましょうか。動画と実際の展開図では違っている部分があります。いつも通り癖をつけてからあらかじめ折り線を折っておきましょう。右眉を顔に取り付けます。まずはこんな風に。組み立てやすいように、あえてのりしろを設計していない部分がありますので、気をつけてくださいね。左眉も右眉と同じような感じですね。次は鼻です。ずっと難所が続いておりましたが、鼻は比較的簡単だと思いますよ。書けなくなったボールペンで癖をつけた後、折り線を折っていきましょう。そして組み立てましょう。顔に鼻を取り付けます。上下間違えないようにしましょうね。
鼻がつきました。次は上唇ですね。動画の上唇のパーツの位置が実際の展開図と異なります。上唇を顔に貼り付ける前に DM を切り抜いておきますね。折り線に癖をつけます。お使いのプリンターによっては折り線が見えにくいこともあると思います。その場合はスマホかモニターで展開図を確認しながら折ってください。上唇も同様に折っていきましょう。ひげより先に上唇を顔に取り付けましょう。次はひげです。まずひげを組み立てます。そして顔に取り付けます。鼻に穴がありますので、そこにひげののりしろを入れて貼り付けます。だいぶマリオっぽくなってきましたね。ここで秘密道具36色カラーペンの登場です。髪の断面の白くなっているところやひげの白く見えている部分に色を塗って隠してしまいます。この作業は必須ではありませんので、白いところが目立たなければやらなくても OK です。うわ、顔にインクがついてしまいました。あまりのショックで画角から外れてしまってますが、デザインカッターで削ってインクを消しています。こんな感じですね。目立たなくなったかな？皆さんも気をつけてくださいね。ショックですが次行きましょう。次は眉毛も同じように塗っていきます。色が濃い部分はどうしても白が目立ってしまいますからね。目にも塗っておきます。組み立てる前にやればよかったですね。さて、次は口です。難所が続きますね。ところで、以前の動画をご覧くださった方はお気づきかもしれませんが、動画のアングルを変更しました。真上からの撮影になり、見やすくなったと思います。以前の動画も真上から撮りたかったのですが、説明が難しいのですが、組み立てるとき、アームが邪魔になるのでできなかったのです。でも、奥側にアームを取り付けて撮影して、後で動画を上下反転すればよいことに気がつきまして、アングルを変えることができました。これは歯ですね。折り線に癖をつけていきましょう。細かい。切り抜いたら組み立てていきましょう。まずは歯の一番大きなのりしろを貼り付けると良いですね。歯の一番大きなのりしろがついたら、普
口の中の側面を組み立てて、歯の小さいのしろをつけます。歯がついたら口の中を組み立てていきましょう。動画は実際の展開図とは違う部分があります。ご注意ください。実際の展開図はより作りやすく調整してあります。下唇のあたりです。を顔に貼り付けます。できました。次は顔の側面と顎と耳のあたりです。これは耳の影です。あらかじめ折り線に癖をつけていきます。全体にも緩やかなカーブをつけます。顎のラインを想像しながら癖つけてくださいね。耳の影を貼り付けましょう。耳の影を貼り付けたら組み立てていきましょう。まずは耳からいきましょうか。できましたね。次は顔に顎を貼り付けます。真ん中のこののりしろからいきましょうか。しっかりと圧着します。しっかりくっついたら残りを組み立てましょう。これで顎と耳と側面がくっつきました。次は喉のあたりですね。喉と言いますか、顎と喉の間ぐらいですかね。
折り線に癖をつけていきましょう。貼り付けますね。できましたね。次は髪の毛の組み立てです。またまた難所ですよ。頑張りましょう。まずは、もみあげからですね。これはマリオから見て右のもみあげです。切り抜いたら、折り線に癖をつけていきましょう。もみあげはマリオのチャームポイントの一つですね。組み立てます。組み立てるとこのような形になります。もみあげを顔に貼り付けます。あえてのりしろを設計していない部分があります。気をつけてください。しっかりと圧着しましょうね。次はマリオから見て左のもみあげです。左右対称ですが、右のもみあげとほとんど同じですね。癖をつけてから組み立てていきます。そして顔に貼り付けます。よし、つきましたね。次は後頭部です。まず襟足の部分です。ここがこのマリオペーパークラフトの一番の難所かな。どうだろう。まずは後頭部を全部切り抜いてしまいましょうか。どの部分がわかるように並べておいてくださいね。インクが出なくなったボールペンで折り線に癖をつけていきましょう。そして折り線に沿って折っていきましょう。組み立てましょう。これは一番左側の襟足です。こんな形になります。次は後頭部の左側に先ほど組み立てた一番左側の襟足を貼り付けます。細かいですね。組み立てるのが簡単になるように頑張って設計したのですが、それでも細かいですね。
つきましたね。次は左から2番目の襟足。組み立てるとこんな感じになります。この左から2番目の襟足を先ほど組み立てた後頭部に貼り付けます。この辺りに貼り付けます。しっかりと圧着していきましょうね。次は左から3番目の襟足いきましょうか。出来上がったら右側の後頭部に貼り付けます。次は左から4番目、つまり一番右の襟足です。出来上がったら先ほど作った右側の後頭部に貼り付けます。出来上がったら左右の後頭部を貼り合わせます。つきました。これで後頭部完成です。この辺りの形が特徴的です。この形で合ってますので、さて、後頭部を顔に貼り付けましょう。
顔に後頭部をつけることができました。次は帽子を貼り付けます。動画と実際の展開図では違っている部分があります。ご注意ください。正面からつけていきましょうか。帽子のつばのへこみに展開図の眉毛の差し込みと書かれた部分を入れます。次は側頭部ですね。ここはもう少し組み立てやすくしたかったです。申し訳ございません。今後の課題ですね。首の穴から指を入れて帽子と顔を固定していきましょう。これで頭部が完成しました。皆さんも楽しく組み立てることができましたか？世の中2枚目が終わり、3枚目に行ってみましょう。3枚目の上の方は手の展開図なのですが、ここも難所ですよ。でも、ここまで組み立てられた人ならきっと大丈夫です。ちなみに動画の手は失敗作の数々です。切っていきましょう。書けなくなったボールペンで折り線に癖をつけていきます。というか書けるボールペンを使ってしまってました。誰がこんなところに置いたんでしょう。まあ僕しかいませんけど。あまりのショックで撮影止めてしまってますが修正しました。このようにカッターで削ってました。手は白いのが幸いでした。さあ気を取り直してインクの出ないボールペンに癖をつけていきます。折り線を折っていきます。組み立てましょう。ここは手首のあたりですね。最後は表面にのりしろを貼ります。次は手の甲から手のひらにかけてのパーツを組み立てます。手の甲の楕円のポチポチをつけます。これは白いので表裏どちらでも良いですよ。上下逆さまになっても大丈夫ですよ。
こんな感じになります。組み立てていきましょう。この赤丸の数字のところにこの部分を貼り付けます。この辺ちょっとややこしいので、動画をよく見ながら組み立ててくださいね。この辺りの伸びしろはまだ何もつけません。後ほど使います。指を切り抜きましょう。まず薬指からいきましょうか。折り目に癖をつけます。立てましょう。手に薬指を貼り付けます。次は中指です。薬指と同様に中指も癖をつけていきます。そして組み立てます。手に中指を貼り付けます。次は人差し指。折り線に癖をつけてから組み立てます。最後は小指と手の側面の一部ですね。残りのこのパーツも切り抜きましょう。折り線に癖をつけます。組み立てます。残りのこのパーツも貼り付けます。
そしてあらかじめ組み立てた手に貼り付けます。くっつけにくかったらしばらく圧着します。この部分を親指の裏側に入れます。青い四角の28番を貼り付けます。全部ののりしろを貼ることができました。最後に手の形に見えるように整えます。次は左手です。右手と左右対称ではありますが、ほとんどが同じなので、どんどん早送りしていきますね。手首の最後に表側ののりしろを貼り付けます。
これで左手も完成です。最後に形を整えましょう。お疲れ様でした。ここからは比較的簡単になりますよ。上半身ですね、切り抜いていきましょう。とりあえずこの2つだけ切り抜きましょうか。一気にやると混乱してしまうので、折り線に癖をつけていきましょう。貼り合わせます。次のパーツに行きましょう。先ほど貼り合わせたパーツにさらに貼り合わせます。胴体はだいたいこの流れです。動画と実際の展開度が一部違う部分があります。ご注意ください。腕や足は円柱状のものをつなげて形作っているのが普通だと思いますが、今回は体の流れや動きを表現したくて縦に切れ目を入れています。それと同時に切れ目を隠すのではなく、美しく見せたいという思惑もあります。腕や足だけではなく、顔を含め全体にその流れみたいなものを表現しようと、今回のマリオのペーパークラフトの設計に取り組みました。うまく表現できているといいのですが、
どんどん組み立てていきましょう。これで3枚目の上半身を組み立てることができました。中途半端な形ですが、これで大丈夫です。右手を取り付けましょう。この角度ですね。指を入れて固定していきましょう。右手がくっつきましたね。これで右腕は完成です。4枚目です。切り抜いていきましょう。赤い上半身の残りの部分を組み立てていきましょう。先ほどまでと同じような流れで組み立てていきます。インクのなくなったボールペンなどで折り線に癖をつけて、その後に折っていきます。そして貼り付けですね。左腕のあたりですね。このパーツは少しややこしいです。左腕と脇の下を兼ねています。
上半身の赤シャツの部分はこれで完成です。左手をつけましょう。この角度です。指を入れて固定していきましょう。くっつきましたね。上半身に頭部を取り付けます。実際の展開図は動画のマリオよりも伸びしろを大きくしてあります。組み立てやすくしました。上半身の穴から手を入れて頭部を取り付けていきましょう。できました。皆さんはどうでしょう？次は青いオーバーオールですね。切っていきましょう。折り線に癖をつけていきます。組み立てていきます。腕と同じくカーブを描くように組み立てていきます。このような形になります。次はこのパーツ。そしてこのパーツも切り抜きましょう。折り線に癖をつけていきましょう。ここにつきます。左足のあたりですね。これがここにつきます。こんな感じですね。さあ、どんどん作っていきましょう。残りを切っていきます。折り目に癖をつけます。このパーツはここにつきます。全体にカーブをつけておきましょうか。
貼り付けますね。足に関しては五角柱みたいな面の取り方をしているのですが、前面の中央にも縦に切れ目を入れて六角柱にすればよかったと思っております。それに付け加えて、さらに新しい設計のアイデアが浮かびましたので、理解へ持ち越しです。ちなみに次回作は多分ドンキーコングになると思いますよ。できました。次のパーツ行きましょう。動画と実際の展開図では違っている部分があります。ご注意ください。実際の展開図は、のりしろが1つ少ないのと、のりしろの形が動画とは違っている部分があります。ボタンを切り抜きます。カッターの方が楽ですね。これはボタンのハイライトですね。そしてこちらは影です。ハイライトと影をボタンに貼り付けましょう。ボタンが完成したら、それをオーバーオールに貼り付けます。ボタンの向きに気をつけてください。サスペンダーにうっすらとハイライトと影の場所を書き込んであります。それに合うように貼り付けます。折り線を折っていきます。組み立てます。そして前もって作ったパーツと貼り合わせていきます。サスペンダーは後でつけます。先につけないように気をつけてくださいね。こんな感じになります。オーバーオールの最後のパーツです。切り取っていきましょう。ボタンも先ほどと同じように切り抜いていきます。そして同じようにボタンを組み立てます。向きに気をつけてボタンをサスペンダーに取り付けます。そして先ほど作ったオーバーオールに貼り付けます。こんな感じになります。オーバーオールを着せていきましょう。上半身ののりしろにボンドを塗ります。
まずは左脇腹あたりからいきましょうか。オーバーオールの左脇腹あたりを両半身ののりしろのラインに合うように貼り付けます。次は右の脇腹。次はサスペンダーを取り付けます。あれ？胸と背中の貼り付けをしてませんね。忘れてたのか、あえてしなかったのか、思い出せません。きちんと固定されてますので、結果オーライですね。オーバーオールののりしろにボンドを塗ります。そしてサスペンダーを貼り付けます。右側のサスペンダーも同じように取り付けます。仕上がってまいりました。5枚目いきましょう。終わりが見えてきましたね。これは右の靴です。切り抜きます。ソールですね。折り線に癖をつけてから折っていきます。右の靴を組み立てましょう。ソールも組み立てます。ソールを組み立てるとこのようになります。これからこんな感じに組み立てていきます。動画では先にソールを取り付けようとしていますが、靴本体を先に足に取り付けた方が良いかもしれません。順番を失敗しました。ソールの内側の側面にボンドを塗っていきます。そして靴本体をはめます。足に靴を取り付けます。やはり順番間違えてますね。でも取り付けることができました。次は左足の靴です。右足の靴とほとんど同じですね。
今度は間違えないようにソールよりも先に足に取り付けます。ソールを組み立てるとこんな感じになります。そしてソールを取り付けましょう。ソールの内側の側面にボンドを塗ります。今回は前の半数を踏まえて、かかとの部分だけに塗っていきますね。そしてつま先の方も取り付けます。やっぱりこの順番の方が組み立てやすい。できました。マリオは完成しました。あとはスタンドを残すのみ。さあ、最後の6枚目です。スタンドですね。切り抜いていきましょう。スタンドはあらかじめ全部切ってしまいましょうか。すべて切ったら折り線に癖をつけていきます。そして折り線に沿って折ります。それではスタンドを組み立てていきましょう。これは支柱です。青い162番と63番に切り込みがありますので気をつけてください。このようになります。このパーツを先ほど途中まで組み立てた支柱に貼ります。
差し込みと書かれたパーツにのりしろを貼らないように気をつけてください。赤いパーツを貼り合わせましょう。そして支柱に貼ります。差し込みと書かれた部分同士を貼り合わせます。差し込みと書かれた部分はマリオのこの隙間に入るようになっています。台座に支柱を取り付けます。まずこちらののりしろから固定しましょう。続いて68番を固定します。しっかり固定します。固定できたら次は底を取り付けます。底の取り付けが終わったら支柱の残りののりしろを固定します。固定できたらマリオを乗せてみましょう。これで完成です。お疲れ様でした。
疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。今回はちょっと組み立てるの難しかったですかね。皆さん楽しく組み立てることができたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。さよなら。